1986年5月17日、私はこの日を忘れることはないだろう。滅びの時、人はそれでも戦いを望み、終わりなき闇の中へ消えていった。私の名は相田瞳。なぜ私が選ばれたのかわからない。いつもの朝、いつもの私。その日の始まりは何一つ変わらなかったのだ。誠、水。姉さん、昨日はフルコースっすか？バカ野郎。どうでもいいけど、朝帰りの時のアッシー君はフェラーリじゃなくて BM の方がいいっすよ。音うるさくてご近所起きてたし。あれはアルファロメオだって。そいつは失礼。聞いてねえな、この野郎。こう見えても女相田瞳22歳。男を知らない清い体よ。そいつは失礼。友達に医者の卵がいるから紹介いたしましょうか。それって寝耳にミミズ。あんたダブルインカムノーキッズって知らないの？金持ちの家に入って子供作ってなんて気をぶたっても考えられないわね。あ、ちょっと相田さん、困るわよ。夜中にあなた。ごめんなさい、申し訳ありません。相田さん、ちょっと。まったく今時の子はどうなってるのかしら。ご近所の迷惑も考えないで。またカラスがいるわ。東京は本当におかしいのよ。まあ、あっち行けあっち行けって言ったってどうしようもないわ。まったく東京はどうかしてるんだから。変な日。私の中に入ってくるのは誰だ？誰なんだ？滅亡はすぐ手の届くところにあった。何かわからない理由で人類が滅びつつある未来。今ここで地球最後の男の葬儀が行われている。それは次の世代に受け継ぐ命がもう生み出せないことを意味した。未来を失った人々は絶望し、ある者は死に、ある者は戦いの中に身を投じ、そしてある者は町を目指した。そんな町の一つが要塞のような城を持つ廃墟の町、東京だった。天変地異によって故郷を失ったはぐれ米軍について、今更の泣き言、条約の名を借りた支配を
我々は全て拒絶するものである。滅びを迎えた今、我々は我々だけで平和に暮らしていく。他国の協力、まして侵略など一切認めない。そして国民を集え、長き黄昏の時代を静かに安寧に生きてゆこう。少なくとも今、我々は男社会の呪縛から解き放たれたのだ。2012年、見苦しい生存競争の後に訪れる沈黙。それは緩やかな滅亡への序曲。今私はこの世界に生きている。思ってもみなかった形で。私は運命を受け入れるだけです。あなたのようには考えません。我々は理解し合えると思うんだがね。今もこうして一つのことを協力し合っているのだから。あなたの望むものを私は持っている。それだけのことでしょう。思い違いをなさらないで。どうとでも言うがいい。ともかくお前の協力で我々はまた新しい夜明けを迎えることができるのだから。それはものの見方です。私にとっては新たなる破壊の日々。何か得るものがあるとも思えませんわ。破壊は全て創造のための前奏であるというよ。お戯れを。そうかもしれん。届け物はもうついている頃です。これ以上はお互い時間の浪費かと思いますわ。それにしても面白い場所に届けてくれたものだ。これは私の皮肉です。わかった。ではごきげんよう。あの子たちに伝えなさい。届け物が済んだらすぐに帰ってくるように。今こそ私はあの方にこの身をお捧げ申します。今こそ私は第一警報発令。千代田区永田町1丁目7番地国会議事堂地下各シェルター内にてバイオテロ発生の模様。状況はケース D。 予測される汚染の拡大は2時間以内。ケース D 国会図書館内、こちらもバイオテロ発生。急行可能な A 死体はいるのか。赤組ランツクで1隊と牛組シュバルツシュルト隊が5分以内に直行可能な位置におります。両隊に通報。直ちに現場に直行させたまえ。了解。ひどいことになるのだけは願い下げ。ひどいことになるのだけは青い願い下げ。梅雨払いはもう終わり。装備せよ。もうちょっと待ってください。紫副長、本部より入電。事件です。我らが A 市長はご様子がよろしくない。他の隊には頼めんのか。時間がありません。バイオテロ発生。ケース D アイスです。直ちにパトロールコースから離脱。現場に急行する。シュバルツシュルト隊は同様のケース発生のためそちらに急行の模様。分かった。これが悪さ99、総弾数11、9ミリパラベラム。使いやすい銃だ。だが我々赤組はこれを使わない。じゃあ何を使うかというと、これだ。リボルバーソード。ちょっと使い方は難しいんだが、優雅な我々英士の獲物だ。こいつは殺傷兵器だが、使い方次第で人を傷つけずに無力化することもできる。そこが大切なんだな、これが。いいか諸君、銃を使う呪われた男たちは自らをして滅んだわけよ。で我々女もまた銃を使って争い、その呪いでほんの一握りしか残らなかったんだ。だから我々は同胞を傷つけたりはしないな、ウスハ。女は愛嬌。その通り。その愛嬌ってのがない奴が未だに人殺しをやってる。それは何としてでも阻止しなくちゃいかん。だから最強の兵器も我々は持つ。だけどできることなら殺したくないのさ。どうだ、わかったかな。使え
んのかこいつら。誰でも始めは新兵。あんただってそうでしょ。ウスハ、事件発生。ケース D だ。気化爆弾を出してくれ。紫、事件か。衛視長殿、お具合の悪いところ申し訳ありません。心配するな。人の心が悪ならば悪行たる巣窟、密、そうなるところ。混沌の底までも我が銃、そして銃弾が諸君らの望む場所に光を与えるだろう。いつでも準備はできているよ。私はそのためにここにいるのだからね。衛視長、大丈夫だ。心配するな。諸君、我が町を脅かすテロリストの出現である。呪わしい記憶とともにこれを葬り去ろう。よいか。我らの武器の前に何が現れようと敵ではない。ただし油断、優柔、躊躇は無用のこと。必ず全員帰還し、ジュリア閣下から賜った武器をお返しするように。自慢の技を見せてくれ。出撃。もう来た。何？姉様、姉様、奴らもう来たよ。長いは無用。油断大敵。もう帰ろう。心配ご無用。切った。なんで？もう。帰ってくる。帰ってこない。帰ってくる。帰ってこない。ダメだ。今時花占いしてるなんて。これでは私絶対危ない人なのでは。バカらしい。帰ろう帰ろう。姉様、あとはどうぞご随意に。いつものおふざけは。さつきはもう我慢できません。はい、許してさつき。カニ缶あげるからね。何か？いや、何でもない。別部隊からの報告は？瞳ランツクネシト隊はすでに近い侵入。アイカ・シュバルツバルト隊は美術館の入り口におります。アイカは何をやっているんだ？セキュリティが解けないそうです。美術館に仕掛けられたアイスは2機あるんだ。まずいな。美術館へ向かえ。頼みます、瞳様。世界戦争になってもこんなところで生き残ろうなんてな。衛視長殿、発見いたしました。ほぼ前方です。紫、アイスを発見した。了解です。こちらは相方への援護をしております。どうかよろしくお願いします。アイスだ。私には衛視長殿のように近づくことすら恐ろしいわ。何か美しいですわ。
メ人対アイスの封印作業に入りました。とりあえず一つクリアか。紫様、何か愛花隊から異常な映像が入っております。異常では分からん。そちらへ送ります。これは隔離用封印壁形成中。あと3分で完了します。まずは第一ハードル突破か。リンネ、どうしたの？愛花隊から変な映像入ってるわ。見て。こっちへ来るな。来るな。どうした？愛花、何があったんだ？撃って全滅？原因わかりません。とにかく愛花隊全滅しました。アイスは絶対に搬出せねばならない。皆決して離れるな。リンネ、防衛姿勢、アイスを守れ。よせ。やば。誰だ？ハンドガンを使ったバカは。みんな逃げろ。アイスを傷つけた。ウサ、反応は？熱源中心拡大しています。内部蘇生激変中。各種放射線も増大。危険域へ。ミント、返事をしなさい。何？ウサ、どうなってる？アイスのエネルギー反応増大、巨大化しています。動き始めました。うわ！あれは効果なし。なんとかしろ。なこと言ったって。撤退しろ諸君。衛視長殿、どこです？気にするな。早く行け。衛視長、あなたを残して撤退できません。急げ。全員撤退。ミント、新兵と共に我が元へ飛ぶぞ。我らが未来のため悪しき男たちが残せし暴力を今行使する我を許したまえ。見ろ、使うぞ。使うって何を？消滅せよ。
さまよえる亡者よ、別の世界へ帰れ。何か悲鳴のような音が。何かしら。姉様、何か。今行く。しっかりしろ。おい、時間がない。息をするな。エース長殿。一大事一大事。キサラギ様に何と言えばいいんだろう。届かないところにおられるか、電源が入っていないためかかりません。おかけになった電話番号は電波の届かないところにおられるか。我が心の平安と睡眠を乱し、言葉を投げかける亡霊よ、消えてくれ。私は眠りたいのだ。あなたこそ誰よ。ここはどこ。お前は我が記憶、そして思考の全てを共に感じているはずだ。なんでわかるのよ、そんなこと。我が心に入りし者はお前が初めてではないからだ。訪れては去る男たち、女たち、皆同じように感じていたようだ。じゃあ教えて、どうすれば帰れるの。知らぬ。そのこともお前には分かっているだろう。あなたの記憶、本当なの。分かりきったことを何度も問いかける。亡霊とは困った存在だな。こんな変わり果てた世界、信じられない。全ての結末は原因に起因する。過去から来たというお前にそんなことを言われるとはな。知らないわよ。私は世界がこんなになって女だけしか生きてなくて、そんな未来を作っているつもりなんかないわ。もういいだろう。消えてくれ。眠らせてくれ。触るな。エース様は私を助けました。どうして？君は如月家のものなのか？ええ。そうだったのか。エースたるもの、運命のままに死を受け入れる如月家のことはご存知でしょう？なのにどうして私を助けたのでしょうか？心配する必要はないよ。エース様、質問にお答えください。なぜ私を助けたのですか？死にたかったというのか？え？それが運命であるならば。もうバイクを持ってきたのか？何のつもりだ？あなたは運命に逆らって私を助けました。これもまた運命であるということもできますが、納得できないのです。だから？きっと私たちは友達なのです。
そうでなければ私には自分に説明のしようがありません。そして友達は互いに体を開き合ってちぎりを結ぶものなのです。だから私とあなたはいいでしょ？君。いや、君の名前は？私はユキ・アイシティ。私は瞳ランツクネヒト。いいかユキ。男というものがいなくなった今、確かにそうやってちぎりを交わす者も多い。英氏の中にも君たち如月家の者と交わるものがあると聞く。でも私は違うのだ。どうして？きっと私は狂っているのだろう。私にとって人と人との結びつきとは生身の肉体同士のちぎりのことではないのだ。シャイなんですのね、ランツクネヒト様。そういうことではないのだ。いいえ、シャイなのよ。何照れてるのよ、変な人。何度も言うが出て行ってくれ。どうしたのですか？やはりお加減がよろしくないのですね。いや、そうだな。失礼した。わかりました。エース様、ちぎりではないという人同士の結びつき、教えていただけないでしょうか。見たところお加減もよろしくないご様子です。きっとエース様もお戻りになられるおつもりでしょう。それはそうだが。それでは一緒に帰りましょう。塔の上と下に住んでるとはいえ、どうせ同じ町に帰るのですからね。いいでしょ？すいません、すいません、申し訳ありません。いや、あれはちゃんと国会議事堂に。そしたら大変なことになっちゃって、ユキ姉様が。何ですか？もう一度言ってください。はい。もっともっと探します。はい、はい。ひどいものだな。これだけ人口が失われても、人というものはテロを生む社会しか作れないのだろうか。リーネ、ウズハ、どうだ、何か分かったか？今考えていたんだけど、あまりにいろいろなことが起こって、正直な話混乱しているわ。っていうかさ、新入り、なんでお前らハンドガン持ってるの？自分の銃はジュリア閣下からいただいたものです。あんなとこで撃ったら長弾するとは思わなかったのか？申し訳ありません。たく、ミント、新兵を責めるな。終わったことは仕方ない。紫副長、A 市長は生きていると思いますか？生きてるとは思う。あの人はそういう人だ。じゃあ迎えに行くんですね。怪我人を下ろしてからな。ウスハ、報告を。自分にも確信を持って言える情報はありません。ただ、何か？旧時代にキリストの聖子というプロジェクトがあったようですね。それは人工授精の研究でしょ？保存されていた精子は全て汚染されていて、健康な人間は作れない。それで研究は中止になった。そうよね。肯定いたします。研究が中止されていることは確かなのですが、今また再びキリストの聖子、さらにアイスというキーワードを含むプロジェクトが作られています。今また再び？何のプロジェクトだ？プロジェクト名 EP02 ツインタワーの設計仕様書です。保安のためセキュリティがかけられているファイルのうち4つがアイスの名前で登録されています。妙な話ね。全体仕様書の中のこのファイル群はツインタワー建造計画とあります。変なのは計画は今年に入ってから立案されたようなのです。紫副長、ツインタワーを今更立て直すことなどありえますか？いや、ジュリア閣下からは何も伺っていない。見てください。全体が指し示しているこのプロジェクトは巨大です。
上では何をやっているのでしょうか。考えすぎってこともあるよな。はぐれ米軍か北のテロリストが赤ん坊のダミーを作ったとか。上を疑ってかかるのはいいことじゃないよ。私は素晴らしい出来事だと思うんですけど、どこかで男の子が生まれていたってことですよ。皆さん、人は滅びの運命から解放されるのではないでしょうか。そう単純に喜べればいいんだけどね。ご苦労だった副長。瞳江市長のことは先に聞いた。とにかく負傷兵を医務室へ。閣下、申し訳ございません。アイカ・シュバルツ・シュルト隊は全滅。本部隊も2名の死者を出してしまいました。やめよう。死んでしまった者を語るのはお互い不吉だ。それよりも他の者の無事を喜ばねば。今人一人の命は貴重だからな。アイスはその確保に失敗。A市長殿が身を挺して焼き払いましたので、補正の心配はないと思われます。我々は燃料の補給を終え次第 A市長殿の捜索に加わります。君たちは休みたまえ。いやしかし、これは命令だよ紫。捜索隊はすでに出している。心配するな。しかし我々は傷ついた諸君を化け物だらけのあの森へ再び送り出すことなど私にはできんのだよ。みんな疲れているようだ。分かってやらんとな。明日までに報告書を提出せよ。以上だ。閣下、アイスについてお話ししたいことがあります。明日にしよう。今日はお互い死んでいった者の鎮魂に時を費やそうではないか。どうします？閣下はああ言っておられますが。閣下は閣下だ。私とは違う。全員引き続きアイスについて調べろ。如月家のファイルに侵入しても構わん。了解。私も葵のように考えられれば幸せなのだが、わからん。赤ん坊についても調査してくれ。で、今回のアイスはどうだったのかな？転送された情報の解析結果はレベル D。延命構成要素の発生は幼児の体内に確認されましたが、やはり20秒で消失。焼却された防御形態の骨格分子中にも発見されません。発生プロセスは正常に行われていたようです。こちらのアイスの研究は？カレー遺伝子が独立して保存されているのを発見。分離合成作業中。ただ物が物ですので。ああ、時間はないというのになかなかうまく進まないものね。申し訳ありません。何分にも相手は分子ですので、シミュレーション通りには。お前に言ってないわ。あと遊園地はどうした？はい、ファンハウス通称遊園地は依然台場方面から接近中。接近速度は毎時10メートルで変化ありません。親子は呼び合うか。は？なんでもない。そう、誰か可愛い子を 2,3 人よこしてちょうだい。了解。楽しみだわ。街はもうすぐだ。なぜ止まる？ここはね、私の秘密の場所。面白いから見せてあげようと思って。ただの廃墟のようだが、違うのか？お待ちくださいね。エース様、エース様、この缶を開けてくださいませ。なぜカニ缶なのだ？開けるものがないのです。なぜカニ缶なのかと聞いているのだ。お願いします、エース様。こんなものを切ってしまった。エース様、こちらです。
いでおいで。ユキ。これを見せたかったのか？いいえ、まだです。これから始まりますわ。ほら、あんなにたくさん。やめてください。危険だぞ。大丈夫よ、エイス様。さあ、もっとこっちへ。エイス様、始まりますよ。このカニの実が。外れです。残念でした。この子たちはね、ほっといてもこうなるの。カニはきっかけ、友達よっていうサインなのです。食われてしまうかと思ったぞ。それは絶対ありません。私たちを食べたらこの子たちは死んでしまうのですから。死ぬ？毒なの。私たちの体は食べ物や空気や水に混ざった毒が少しずつ少しずつ溜まっていって、もう私たちみんなが毒なのよ。だから私たちもこの子たちを食べたら死ぬでしょ。食べられるものは町に残っている保存食だけ。魚でも獣でも草でも。私たち自然のものは食べたら生きていけないでしょ。人以外の生物内に異常物質が発生したため、それを食した人は死に至る。男が全て死に絶えた後、それに気づかなかった女性も死んでいった。君の言っていることは科学ではない。そうかもね。私のは如月様の受け売りだから。如月様がね、人は後でどんなことになるか考えもしないで、いろんな生き物の卵をいたずらしたんだって。それでもこの子たちは頑張ってきれいに生きようとして、こんな姿になったんだって。人が仕組んだ自然の模倣か。きれいでしょ、お花畑。昔こんな物語を読んだことがある。自由のない祖国の裏切りに絶望した男が打ち上げ花火を見たとき、醜い人の裏切りやいつか死にゆく人の運命、苦しい人生に追いやった祖国をも許せる気持ちになったと。今たとえその正体が何であれ、咲き誇る花々を見て心を和ませる私はやはり女なのかな。帰ろう。じきに日も落ちる。なんだよ、やっと見つけたと思ったら英子なんかとイチャつきやがって。ああ、ムカつく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 。二人とも殺しちゃうぞ。
な臭くなってきやがったぜ。想像しいわね。外はどうなっているの？ヘリコ部隊は怪物の骨をお持ち帰り。奴らA市長を探す気なんかないね。騒ぎのおかげでこっちは動きやすかったけどね。はい、これ。首都防衛システム2019年度版？総務部にあった書類でアイスとかツインタワーとかが記録されているのはそれだけ。葵の方もうまくいってくれるといいけどね。なんか面白そうなこと書いてありましたか？ざっと見たけど、やっぱアイスは子供を作るためのものらしいよ。あら、本当。しおり挟んでおいたから。誕生した新生児は生後30週の段階まで急激に成長した時点で結晶体の保護を離れる。結晶体自体の防御システムは半永久に機能する。2003年生物科学研究所発表のアイス使用書より抜粋。どうしてこれがバイオテロってことなのか知らないけど、最後の方に変なことが書いてあるんだ。アイスの防御形態について？その次のところ。このツインタワーって何なのかしら？なんか変だろ。対比表みたいなもんだと思うんだけど、その右下のシルエットにツインタワーとある。でも横に並べてあるのって東京タワーと今我々がいるツインタワーだと思うんだ。これって一体何だろうか。この絵だと高さが1000メートル以上になるわけか。一体何でしょうか？これが何だか知らないが、我々英士が何も知らされていないことは間違いないと思う。どうする？みんなでガーッと殴り込んでみるか？無茶はよせ。んなことは今さら。夜になってから自分が行く。あら、これはこのメモパスワードじゃないかしら。なんだ貴様。閣下、これについてお話があります。私、男の子が欲しいんです。エース様はそんなに寝てないのですか？眠れないんだ。ご病気ですか？そりゃ病気だろう。3年もですか？医療スタッフは精神に異常をきたしているとは言っているが、結局原因はわからないそうだ。おかわいそうに。別に痛くも痒くもない。ただ眠れないだけだ。変な奴が入れ替わり立ち替わり心に入ってきて騒がしいが。そういえば私たちはもう友達ですか？まあそうだな。何か？簡単に過ぎるのではありませんか？簡単かもな。では口づけしてもよろしいですか？法になら許可してもよい。やった。待て。え？一度だけ許可する。これは平均点ということですね。なんだそれは。友達になるために私はエース様のやり方をしたし、エース様も私のやり方をちょっとだけ受け入れました。平均点か。如月家の者たちは嫌いだったんだ。どうして？女同士でセックスしてるだろ。もうしません。ドラッグもやってるし。私はしてません。死ぬことばっかり考えてるし。そうでもないんだけど。話してみるとそれほど変じゃないんだな。またキスしてもよろしいですか？もうダメです。ユキ、携帯持ってないか？持ってますけど。あ、電源切ってたわ。誰か A 氏の知り合いがいたら連絡してくれないか？通信機を壊してしまった。何を伝えます？ヘリの迎えをよこしてほしいと。上へ行くのでしたらエレベーターを下ろしてもらえばよろしいのでは？君と一緒に戻れば大騒ぎだ。できれば避けたい。あら、さつきからメールだわ。さつき？私の妹です。今度は紹介いたします。さっきからバイクが1台つけてきている。その子かもしれんな。え？エイス様、逃げて。さつき、
体どういう了見だ。如月家の者を拉致するとは何たる破廉恥。とっとと自分の領地塔の上へ帰れ。ユキ、妹のことは言うな。はい。何を言うこの無気力集団が。瞳様を返せこの下道。下道とは何だ。本当のことだ。苦労するな。そっちこそ。おやめなさい。何事ですか、創造師。双方こんな狼藉は許しませんよ。刀を引きなさい。めんどくさいことになってきたぞ。どうして？瞳乱つくね人。最悪だ。生きていてくれて嬉しいぞ。しかしこんなところで何をしている？申し訳ございません。誉れ高き英市長殿が私の愛するやや子の命を救ってくださった上、無事に連れ帰っていただいたとはつゆ知らず、非礼をお許しくださいませね。まったくのところ、一時は何事かと思ったぞ。申し訳ありません、閣下。ユキ、いや、ユキ殿は如月様のお子様でいらっしゃるのですか？おや、英市長殿は随分とユキと親しくされたと聞きましたので、つい知っていらっしゃるものと。当家の縁は血縁で結ばれたものではございません。それはよか。いえ、そうでしたか。おいおい、失礼ではないかね。申し訳ありません。如月殿、瞳は心の病を患っているんだ。勘弁してやってくれ。結構ですのよ。でも次はもっとお静かに帰られた方がよろしくてよ。申し訳ありません。こいつは笑える。如月女子がユーモアのセンスをお持ちとは。おい瞳、いっそ今度はヘリからパラシュート降下してご覧に入れろ。閣下、からかわれても困ります。それに少しお話が。何を言っている。ほら、意中の方がお見えだぞ。ユキ、呼び捨てかい？お安くないね。愛しいやや子よ、本当に一時はその身を案じたのですよ。ありがとうございます、如月様。英市長様、この度は本当にありがとうございました。あなたは本当に勇敢な方ですね、如月様。私は英市長様とお友達になったのですよ。違うのです、如月様。私は安易にちぎりを結ぶことを友情とは呼ばないと。いえ、あなたの考えとは違うと思いますが、私は私の考えを述べたまでで。では何故の赤面だ。マジになるなよ。どっちが立場が上か考えろ。まったくですわ。崇高なる如月家の者にあるまじきことよ、ユキ。ちぎりは結びません。もう誰とも。英市長様、よろしければダンスのお相手をしていただけませんか？喜んで。まったく、一日に2度も驚かされるとはな。ジュリア様。如月殿、何でしょうか、ジュリア殿。そろそろ我々もしっかりとした社会を作るべきだと思うのだが、このまま滅亡に身を任せるというそのお考え、改めてはいただけないかな。今回の件では協力もいただけたことだし、どうだね。そのしっかりとした社会の終焉に我々は立っているのですよ。幕を下ろすためにね。やはり何を言っても始まらないか。あんなとこで葵は何しているんだ？リンネは？資料室だ。英市長にアイスのことは伝えたのか？ああ。喧嘩始まりますね。お集まりの淑女諸君、しばし私にお時間をいただきたい。
諸君らも知っているように、我々が旧時代と称するところの男社会は環境の破壊とオスそのものの自滅をもって終焉を迎えた。挙句多くの地表は荒れ果て、我々女性も巻き添えを食らい、我が国の人口はこの新宿に2万を残すのみである。海外に至っては大戦の影響でほぼ全滅、未だ生存者の確認はできずにいる。しかしこの現状は科学そのものが悪として作用した結果招かれた事態ではないのだ。利益の追求や人命の無視といった旧社会のマインドこそが科学技術を破滅への罠として機能させたに過ぎないのである。せっかくみんな楽しんでいるのに。すぐ閉会ですね。もう酒はやめておけ。一揉め来るぞ。今我々は草一本、鳥一羽でも食せば体を侵され死に至る世界に住んでいる。その上次世代を世に生み落とし育むこともできない。我々の代が生き延びるに十分な量以上の保存食があるにもかかわらずだ。さらに寿命によって死に絶えるまでを享楽的に生きようという如月家のような人々が増加している。それを運命と呼ぶことはたやすいだろう。しかし我々は今根本的な問題を解決できる発明に近づいているのだ。そう、我々が子孫を残し汚染を清めること、それはもう夢ではないのだ。今科学は我々を救済するのである。おい、行っちゃったぞ。これってアイスですよね。隠密操作？意味ないじゃん。ジュリア、あなた何か勘違いをしているのではありませんか。確かに破壊的で男性的な思考、それにまつわる社会は自らを死に至る病へと導き、また環境をどうにもならないところまで汚染して時の彼方へ持ち去りました。だからといって科学が我々を救済する？それは本末転倒というものです。なぜならば科学というものはそもそも自然を恐れぬ男どもが作り上げた思想体系なのですから。大いなる自然の一部として存在している私たちが滅亡もまた運命と受け入れるのはまさに道理というものです。あなたたち塔の上の英士たちが何をなさろうと結構。しかし如月家の者たちの心をかき乱すのは許しません。今さら下せぬことを。ならば如月女子、一体何の道理で男たちが我々に託していった科学の結晶、そうまさに結晶であるアイスを我々英士に提供したのだ。提供って、じゃあバイオテロも何ももらったんでしょ。お前うるさい。あなたが欲したから与えたまでです。でも良いですかジュリア、そんなもので救済できるものならば男たちはとっくに自らを救ったのではないですか。そう思ったことはないのですか。これをご覧なさい。如月、何をする。化け物。化け物か。まさにその通りですジュリア。これは我が如月家の者は皆知っていること。50年の昔、男社会に汚染されて正気を失った私の母は自らの名を高めるために禁を破って私を生み出したのです。父親として人ならざる者爬虫類の好調動物を使って。好調動物？クラゲです。かわいそうな如月様。なんということだ。聞いたことあります。遺伝子研究の初期段階で、そもそも遺伝子組み換えそのものができるかどうかを証明するために1週間の遺伝子組み換え実験が行われたと。しかし人間を使うとは。アイスはそんな男どもの破廉恥な発想から生まれた罪の一つ。そう、アイスとは男なくして男を生み出し世界を清めるために作られたもの。でもねジュリア、
未だかつて一度たりとも成功には至っていないのですよ。そんな昔の話をしているのではない。我々が改良を重ねたアイスは今全ての女性に子孫を生み出させる救済となったのだ。嘘をおっしゃらないで。あなたがお持ちのアイス結晶体、そう私がユキとサツキを使って取り寄せ、あなたが侍女たちを生贄にして作ったかわいそうな結晶体は未だ凍結されたまま、恐ろしくて常温に戻せずにいるのでしょう。かつて男どもはあなたのように嘘にまみれ、この世の全てを汚したのです。神はそれを浄化された。あなたは歴史を繰り返そうとしているだけ。神は全てをお見通しです。これは森が動く。森がこちらへ来るぞ。みんなあれを見ろ。あれこそが科学の粋、未来への道を照らす光明、アイスのバイオプラントなのだ。キサラギ、お前は勝手に滅ぶがいい。滅ぶがいい。そして英士ども、話を聞いてやる。タワーに戻れ。本当に心配していたのですよ、ユキ。閣下、なぜ武器庫で話をしなければならないのでしょうか。私たちの思い出だからさ。ナイトファイターだ。懐かしいだろう。我々の勲章だよ。閣下、お答えください。アイスとは何なのですか。調べはついているのではないのかな。はい、閣下、調べさせていただきました。アイス結晶体はナノマシンポットですね。ご名答。研究室長にしておけばよかったかな。私の質問に答えていただきたい。なぜバイオテロと称し、また次女を実験台になさったのか。実験は必要だ。失敗したらどうする。やれ ES 細胞のコードが2つ違いましたとか、スライ遺伝子の導入シークエンスにミスがあっただの。はい、もう修正したから大丈夫ですと言われたところで皆納得しないだろう。大衆に示すものは常に透明であれと。これではまるで男のセリフかな。あなたの行いこそ悪しき男たちを彷彿とさせます。なぜそんなに突っかかってくる。なあ瞳、この国を守る戦の中でお前は右目を失い、私はこの通り足と手を一本ずつ失った。今でも雨が降ると骨がうずくよ。瞳、こんな私を信じてくれないのか。戦傷を種に信用を得られるものではありません。じゃあいいわよ。私を逮捕する？拘束するがいいわ。で、誰が私の代わりになるのよ。答えなさい、衛士長。誰か。瞳衛士長、一時的にあなたに一般兵としての任務を命じます。1時間後、アイスプラントへ一兵卒として出撃なさい。わかりました。瞳、許してくれ瞳。でも信じているよ。お前も私が嫌いじゃないだろう。ジュリア閣下、本当によろしいのですか、こんな場所で。今の聞いていただろう。私には全てが自由なのだ。はい、でもそんなことより青井衛士長、君にはどんな技を見せてもらえるのかな。全てはアイスとジュリア様のために。おそらく今日は我々が運命に従順であるか否か、その審判の日となります。全ての連鎖が滅びを指し示しているのなら、これからの成り行きは天と地が我らに与えたもうたのです。死の影が我らを包み込み、全てが無に帰する瞬間を恐れてはなりません。
全ての人々が貪り尽くしたこの地上には相応の結末が訪れるのです。もはや思い残すことはないはず。美しい終末はすぐそこです。運命の殉教者を天は地は虚無という安らかな膝元に置かれます。さあ人々を挑発しなさい。そして自らの手で結末へと歩ませるのです。そうすれば朝日を待たずして全てを原初へと誘うことになるでしょう。さてさて、かわいいやや子たち、ユキ、一緒に行ってくれるのでしょう。如月様、殺してしまっていいですか？こんなやつ。さつき、私はそんなもの見たくないのよ。私はユキの可愛い顔が大好き。この子の瞳が曇るようなことがあれば私は許しませんよ。さあおユキ。さつき、何するの？おやめなさい。わかんないのかよ、ユキね。顔でなきりゃいいってことさ。結局よくわからないですね。テラフォームシステムってなんだろう？火星とか人の生存に適さない星を地球と同じ環境に作り変えるシステムのことよ、普通は。宇宙っすか？アイスかツインタワーか最後の選択を血で行うって何？他にこんなメッセージもあるの。センチネルとなって命尽きるまで見守る。署名は如月の母よ、これ。リンネ、テラフォームシステムの定義とは何だ？人間に有害な雑菌を分解し地球に似た土壌に作り変えるかしら。仮に地球以外の生き物が地球にテラフォーマーをかけるとどうなる？え？一度地球の有機物を分解するってことかしら。それを如月が見守り続ける。しかしそれをジュリアが協力するとは思えませんが。ただの勘だ。一応その線も調べてみてくれ。調査でしたらお供いたします。ただの散歩だ。頼む。ああ、副長、また振られちゃった。気になるわ。ウサハ、すぐ調べて。考えすぎだろ。そうだけど A 市長の鑑定外れたことないんだよね。なんかきついわね、あのジュリアって人。静かにしてくれ。そうだな、昔はああじゃなかった。あれ、めげてるの？私も人間だ。気持ちがざわつくこともある。結局血を見ることになるのならば何のためにここまで来たのだろうか。戦争になるの？なるな。全然関係ないけど、あの紫って人、あなたのことが好きなのね。そうか。鈍感ね。あれ、なんだ？あの光は何？町の人々だ。動いてるわ。町を逃げ出しているんだ。彼女たちは賢いよ。歌だ。お邪魔ね。失礼。この歌はね、別にどうってことない流行り歌なのです。なんとなく母様が歌っていたような覚えがあって CD 探して聴いていたら覚えちゃったんです。ユキ、どうしたんだその傷は。さつきはね、私が好きなのです。だから他の人に私の気が行くのが許せないだけなのです。でも私はここに来てよかった。友達のエース様と会えたし、
私たちまだ友達ですよね。友達はそう簡単に友達でいることをやめたりしない。ゆっくりと進む代わりに突然失われることもない。なぜ私たちはこんなところへ来てしまったのだろう。君の手に私の体温は伝わっているか。このぬくもりだけでは足りないというのか。若返ろうなどと考えぬことです。おい待て、如月、お前はなぜ追いないのだ。所詮アイスもツインタワーもあなたには幻に過ぎないのです。閣下、調査終了いたしました。で、やはり如月家はアイスプラントの破壊を計画しておりました。いつだ。2時間後にアイスプラントをはじめ英士本部内にも侵入を計画しております。それでは葵、英士長としての初仕事だ。平民以外の如月家の者を皆殺しにしてくれ。それでは味方にもかなりの損失が出てしまいます。銃を使え。くだらない刃物にこだわる必要はない。了解しました。もう一つ、元瞳部隊の者と如月女子、そしてあの小娘2人をアイスプラントへ連れてこい。それは。逆らえば殺せ。はい。プラントはどうした？内部補修は 90% 完了。起動キーをお待ちしております。お前と仕事をするのは楽しいよ。ありがとうございます。すぐ始めろ。はい。終わりだ、如月。おお、葵、生きてたのか。なんだよ。皆さん、英士長として出撃を命じます。瞳はどこですか？おい、葵。なんという情けなさ。それほど滅びたければ滅ぶがいい。英士長、いや、瞳。どうした葵。瞳、仕事を命じます。ご一緒にどうぞ。随分殺したようだが、なぜだ。テロ計画を未然に阻止しただけです。なぜ銃を使う。呪われるのは私だけで十分なのに。でもこれ便利なんですよね。どこへ行くつもりだ。もちアイスのプラントです。ジュリア閣下も英士の皆様、そしてあの娘もおりますよ。来てください。今にも撃ってしまいそうなんですけど。瞳、問題は？ない。やる気がないのならここで待っていてもいいのよ。いや、そんなことはない。ドームの天井を壊したのか？違うわ。勝手に溶け落ちたのよ。溶けた？瞳、待ちかねたぞ。ようこそ我が新しき城へ。そう、これこそ新しき魂の伝道、未来を切り開くための船、そして美しい祖国を再生する神のゆりかごなのだ。来てくれると思っていたよ、瞳蘭つくね人。早速私の新しい友人たちを紹介しよう。今や数少ない如月家の皆さんだ。随分殺したな、ジュリア。
おいおい、今さらそれはないだろう。やる気がないならお仲間と一緒にバスに乗ってくれ。私にここで何をやらせたいんだ、ジュリア。2つある。実は如月女子がまだダダをこねているんだ。君からも言ってほしいんだよ。人類のために協力してほしいってね。如月女子と私は何の関係もない。役には立たんぞ。おや、そうかい。では目の前で皆殺しにしてやろうか。やめろ。葵君、私がこのような手段を取った理由をこの瞳ランツクネヒトに教えてやってくれ。はい、閣下。都庁舎とアイスプラントの爆破テロおよび反乱準備、市街へのミサイル攻撃、ジュリア閣下への私的恫喝、言い名なる宗教間のルフ、そして先人が残した都市防衛システムツインタワーの隠匿であります。瞳よ、この町を守るため協力するよう彼女に言ってくれたまえ。何を言い出すのかと思ったら、町を守る。面白いお方。それほどまでにツインタワーをお望みなら差し上げましょう。この突然の素直さ。瞳、お前随分気に入られたな。ジュリア、待て。閣下と呼べ。アイスとツインタワーは違う。お前は勘違いしているんだ。何を言うのか。ツインタワーはテラフォームシステムだ。この星を生命発生以前の状態にしてしまう機械だ。お前はツインタワーの防御システムファイルだけを見て勘違いしたんだ。この場所もアイスを量産するプラントではない。ツインタワーを起動させるキーとなる装置だ。アイスとツインタワーは生成と破壊、表裏一体となっている。ツインタワーは危険だ。もう一つ君にしてほしいことを思い出したよ。では早速準備させていただきましょう。如月様、奴らの言いなりになる必要はないのでは。滅びの扉を開けるのです。お母様、やはりこれで終わりにいたしますね。動くな。ジュリア、目を覚ましてくれ。共に戦ったあの日の君に戻ってくれ。みんなで町に帰ろう。きっとここは心を狂わせる場所なんだ。お前に狂っていると言われようとはな。ジュリア閣下、何か。ツインタワーの支度整いましてございます。早いな。もう誰にも止めることはできません。何を言っている。早く操作方法を教えろ。おい、何をしている。如月、如月。貴様、何をしている。如月、一体何をしたのだ。如月、如月、答えろ。どけどけどけ。命が惜しくばどけどけどけ。再生なき永遠の闇がこの地上に訪れます。ジュリア、あなたはその素晴らしい光景を見ることができるのですよ。この化け物が。見ろ、人類を裏切った者の最後。幸せな運命論者。お前の愛する如月は死んだぞ。葵、黙れ。国会議事堂では仲間の新兵を死なせてしまってすまなかった。黙れと言っている。せめて向こう側で再び出会えんこと。瞳、お前は邪魔なんだ。
お覚悟。せめて往生際を。ジュリア、貴様こそだ人にらんつくね人。衛将、なんだ。如月様、如月様。これで最後だ瞳。先に行って待っててくれジュリア。人を愛したりするからこういうことに。さすがの腕前だな衛士長。閣下、せめて安らかな眠りを。眠ることのできぬお前に言われたくないわ。おい、やめろ。雪よ、ツインタワーと共にこの星を永遠に見守るのです。ダメだ。まるで歯が立たない。おい、彼女はどこへ行った。答えてくれ如月。衛士長、分かったわ。如月は彼女をセンチネルにしたのよ。ツインタワーの命尽きるまで共にこの地を見守りなさい。そう、如月の母のメモ通りなら彼女はあそこよ。男たちはこんなものを生み出す力を持ちながら滅んでいったのです。女もまた欲望と戦いにまみれてゆくのなら、滅亡はきっと人の道理全てを無に帰し、この星のゆりかごに魂の全てを委ねましょう。こんなものどうしようもないぜ。なんという大きさだ。なんで人は自滅するようなことばかり得意なんだ。衛士長、出血がひどいわ。怪我の手当てをしましょう。ミント副長、衛士長をヘリまで運んで。了解。そうか。紫、ミント、作戦がある。目標前方 30km の不明物体、全方門発射用意。撃て！前方の敵性物体、東方の攻撃によるダメージ皆無。物体からの高エネルギー放射を確認。地表に広がっていきます。高エネルギー放射？なんだそれは。地表を完全に破壊しながら広がっています。蘇生は不明。こちらへの推定到達時間は約10分後。脱出準備を。エネルギー量変化なし。多分地表の全てを飲み込むのでしょう。そんな。通信を傍受。指揮官、瞳乱つくで人隊です。本部格納庫班へ急報。すべてのアイス結晶体をカプセルに入れてナイトファイター2号機に搭載しろ。は？どれかわからない？シャア専用みたいなやつ。そう、その赤いやつ。すぐやれ。以上。これで
A 市長のおっしゃったことは全て実行しました。怪物が放出した破壊エネルギーはあと10分でこちらに到達します。しかし結晶体をモンスターにぶつけて共食いさせることが本当に可能でしょうか？結晶は傷つければモンスターを生むし、破壊すれば周りを巻き込んで消滅する。アイスを投下して結晶が破壊されなかったらどうします？その時は銃を使うよ。その後の脱出方法は？了解しました。着陸するぞ。本部、砲撃をやめろ。さすが早いな。ありがとうございます、A 市長殿。サツキ。はい。ユキは助かるよ。私もいつかあなたたちのようになります。たとえ滅びの道を歩もうともこの町を守ってゆきます。人目 A 市長、リンネです。聞こえてますか？通信状態は良好だ。情報モニターのチャンネルを開けてください。注意事項を送ります。了解。アイス結晶体搭載のためナイトファイターのレールカノンのシルバーバレットは5発、ミサイルは装備できていません。また 4G を超える軌道はアイスカプセル破砕を招くため禁止してください。燃料は全速であと5分。アイス重量のため速度も 70% を下回ります。なかなか厳しい状況だな。申し訳ありません。今はこれが精一杯なのです。分かっているよ、リンネ。ツインタワー周囲に防御のため分裂した攻撃ロボットがいますが、回避して本体頭部に到達。最大減速してアイスカプセルを打ち込んでください。カプセルにはリモート起爆進化を仕掛けてありますが不安定です。故障の場合、瞳様に結晶体を破壊していただかねばなりません。お渡しした銃の弾頭は気化爆弾ではありませんので、それ自体よりアイス結晶体の急激な変化から身を守っていただかないと。それは気にするな。覚悟の上だ。しかしリンね、 A 市長は俺たちが絶対お守り申し上げる。心配すんな。ミント、何を言ってる？ A 市長殿は指揮権を解除されています。文句は言わせませんよ。ミント、戻れ。戻りません。紫副長。こちらフル装備、最高速も出ます。目標までエスコートいたします。ミント、紫、やめてくれ。町の運命がかかってんだ。A 市長だけにやらせておくわけにはいかないんですよ。自分も新兵の頃とは違います。東京湾海戦の時のような足手まといになるつもりはありません。リンネ、知っていて黙っていたな。申し訳ありません。まあいい、お前らしいよ。必ず戻ってください。以上。破壊フィールド、接近速度変わらず成功するでしょうか？あの人の勘は常人のそれと違う。我々がサポートすれば必ず勝利するお方だ。そう、いつも我々はそうやってきた。信じるしかないだろう。はっ、敵前衛と接触します。距離2000、標的数5000。ちょろいじゃねえか。このままミント、脱出しろ。
フィールド到達まで4分。ミント墜落後の消息不明です。A 市長と副長はあと2分で本体頭部へ達します。アイスのカプセルをこちらから砲撃できるように各砲塔へ連絡してちょうだい。砲撃ですか？ A 市長を信じているし、私の勘は当たったこともないけど、やり直しはもう聞かないから。了解しました。 A 市長、いや隊長、あともう少しです。もうお前は帰れ。あとは自分で何とかできるよ。いえ、まだお付き合いいたします。了解した。東京湾海戦を思い出します。あの時敵ははぐれ米軍で、自分は駆け出しの新米でありましたが。お前は昔から世話好きなやつだったよ。どうした？何でもありません。自分は誰にでもお世話してきたつもりはありませんよ。そうか。そうですよ。私は面倒くさがりなのです。私はよく世話してもらった気がする。そうでしょ。なんでだかわかりますか？なんだ？なぜそんなことを聞くのだ？申し訳ありません。失礼しました、A 市長殿。いや、なぜそんなことを聞くのかわからないが、いつもお前のことは気にしていたよ。私もであります。隊長、私が敵直前で弾幕を張りますから、強引に突入してください。それが最善ならそれでいい。それしか手がありません。では紫、行くぞ。了解。愛しています。そんな。全砲と照準をこちらへ回せ。コントロールリンク。間に合わない。我が悪夢に終止符を。私を許す必要はない。愛する人のため、悪しき男たちが残せし暴力を今再び行使する。もしお前がこの世を救うために作られたのならば、もし人の未来に光明があるのなら、申し訳ないが消えてくれ。ああ、お別れだ。だが君は再び訪れるだろう。ここは時の終わりに存在する街なのだから。破壊フィールド消失しました。しかしこの振動は何？見てください。
この激しいエネルギーの変動を。熱変化なし、放射線量変化なし。しかしこの組成の変化は異常です。質量が失われていく。ありえないことです。アイスがツインタワーを分解して気化しているか、別の場所へ閉じ込めているのかもしれません。人の力は、人はこんなものを作れる知恵があったのに、どうして滅びてゆくの？さらに変動来ます。リンネ、こちらに来てください。おかしなものがあります。あそこにいます。姉様はあそこにいます。こんな広い砂漠のどこにいるかなんてすぐにはわからないわよ。だからあれを見て。あれは何？姉様と瞳あそこにいます。二人は森と友達だからです。さつき、来てくれたのね。英治様はね、今はぐっすりお休み中なの。でもすっかり夜露に濡れてしまって、本当はさぞ寒いでしょう。でも大丈夫。夜が明けてこんなに暖かくなりました。鳥たちもこんな綺麗なお花畑を作ってくれましたよ。お目覚めになりましたら、今度はさつきと3人で遊びましょうね。ゆきさん。はい。回収したアイスは本来は如月家のもの。獣医や閣下なき後、私たちにはもはや無用。お返しいたします。はい。未来へ向かって英市長の分まで生きてください。我々はこれから町を立て直します。お困りの時には何なりとお申し付けください。はい。
それはユキのペンダントだった。私は理解した。未来からのメッセージ。取り返しがつかなくなった彼方よりの警告。ペンダントはそれが夢でないことの証にあの子がくれたのだ。この世界は滅びに向かっている。でも今ならまだ間に合うと。